はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について、共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、弁護士兼 YouTuber のジェレミー・ホーガンさんがですね、また情報の方、共有の方をしてくださいました。で、こちらのね、ツイートの内容になります。SEC に対するブルースカイの異議申し立てを見過ごさないように、コインベースはその 12C 答弁書、一般的に最も強力な主張をするところでそれを始めている。リップル社が控訴した場合、この問題が第一に主張されるでしょうと。で、ブルースカイ法って何かと言いますと、国民をですね、詐欺から守るために、証券の募集と販売を規制する米国の州法になります。これね、ウィキペディアの方から引用の方をしております。で、このジェレミーさんがね、引用してくださった資料の方がこちらになります。販売時点以降の契約上の約束が必要と。投資契約を認めた判例は常に契約上の約束を含んでいると。この特徴は、この用語自体に明記されており、膨大なブルースカイ法の判例とハウェイに由来するということで、だからこの用語自体にって投資契約をね、の中に契約と明記されているように、その有価証券として認められるための投資契約に関しては、その契約をね、必要とすると。で、SEC の提案に反して、SEC はですね、リップルの販売についてですね、投資契約はなくても、契約もなく、購入者に与えられる権利もなく、発行者に課される義務もない投資契約と主張していると。で、契約はないけれども、投資契約と SEC は主張している中で、で、コインベースは正式な書面による、正式なとか書面によるとかあるいは強制力のある、契約が必要であると主張したことはありませんと。重要なのは販売促進者が契約締結の印象を与えたかどうかでありますということで、だから今後ね、もしリップル社が控訴する時に関してもこの投資契約っていうのがね、あるのかないのかってとこがね、主張されていくのではないかということで、情報の共有の方をされております。はい、で、続いてですね、こちらが、また、ジョン・ディートさん、集団訴訟弁護士のジョン・ディートさんですね。昨日、クリプトロー US テレビで、ジェレミー弁護士とティエン・ブー、弁護士と一緒に行ったように、YouTube の方でですね、対談動画の方をアップしております。で、私はリップル・ブラッド・ガーリングハウス、クリス・ラーセン氏と SEC の間で、和解に関する真剣な会話が一度も行われてないと考えていますと。SEC は怒っていて、恥をかいていて、7億7000万ドル相当の金を要求していると。人々が理解する必要があるのは、ペナルティ段階はより多くの宣誓証言、尋問、文書、電子メール、銀行明細書、契約書、ODL 取引などの提出要求を必要とする第二の訴訟のようなものであるということですと。で、リップル社は ODL 取引を除外し、給与、経費、コストなどを削減することで7億7000万ドルを大幅に削減したいと考えていますと。で、SEC は LBRI 社に2300万ドルを求めた。LBRI 社はリップル社と同様 SEC から訴えられた企業になります。で、裁判官が最終的に13万ドルの罰金を課すまで8ヶ月の間、追加の裁判が行われましたと。で、複数の準備書面が提出されましたと。で、トーレス判事による最終判決は早くても夏の終わりまでは出ないだろうと。控訴が提起されるまで、文字通り丸1年かかるかもしれないと。もし、コインベースが MTD で、勝訴すれば、これ MTD 何かと言いますと、モーショントゥディスミスということで、法律、原告の訴えを却下すべきだという申し立てですね。棄却の申し立てのことになります。で、そのコインベースの棄却の申し立てで勝訴すれば、SEC は反暗号取引の方針を転換せざるを得なくなり、リップル社との和解の可能性が出てくると思うと。で、もしコインベースが MTD で敗訴した場合、和解は成立しないと予測しますと。2024年1月17日はコインベースの申し立てに関する、口頭弁論でありますと。で、その判決はその60日から120日後に出るだろうと。で、それまではリップル社は訴訟費用に数千万ドルを費やし、7億7000万ドルを大幅に減額するために戦うと思っていますと。
で、私はリップル社が7億7000万ドルという数字を大幅に削減することに成功すると信じていますと。これは詐欺事件ではない。目的はリップル社が他の連邦政府機関が仮想通貨と宣言した新しい資産の状況で、販売された未登録証券の販売として認められた取引に関与したことに対する適切な罰金に行き着くことでありますと。じゃあそのね、経緯としましては、2013年、クリス・ラーセンは SEC 財務省連邦準備制度理事会 CFTC その他他と相、リップル社がどのように XRP を使って銀行問題を解決しているかを説明しましたと。で、2014年、米国政府会計検査院は XRP をリップルという分散型決済システムで利用される仮想通貨と説明しました。2015年、フィンセンと DOJ はリップル社と和解し、XRP を交換可能な仮想通貨と宣言し、リップル社に証券法ではなく銀行法を遵守するように強制しましたと。で、2019年の FSOC の年次報告書では SEC 委員長であるクレイトンやジェローム・パウエルや財務長官を含む米国のすべての重要な金融リーダーが署名し、BTC、イーサ、LTC とともに XRP は時価総額が増加している仮想通貨であると述べていますと。もちろん、2018年にはヒンマン演説が行われ、内部メールではこの演説が市場参加者により大きな混乱を引き起こすと予測されていましたと。また、2018年、ヒンマンのスピーチの前日、SEC の執行弁護士は XRP が証券であるかどうかというのを分析する XRP ハウェイメモを書いた。これらの執行弁護士は、リップル社に XRP の販売停止を勧告することも、強制措置を勧告することもしませんでした。明らかに彼らは XRP が有価証券であると判断できなかったのですと。実際 SEC の執行弁護士は2019年まで XRP を所有し取引することができていたとしていますと。で、私はトーレス判事がこれらの事実でリップル社を傷つけようとするとは思いませんということで、2019年まではね、そのまま執行弁護士も XRP を所有して取引することができて、いたとしているので、それ以降の販売に関してどうなるのかって考えているんですかね。だから叱るべきね、期間に関して罰則をね与えられるといった形で、進むのが適正ではないかということでジョン・ディートさんの方ね、おっしゃっております。で、コインベースの申し立てに関しては、1月17日来年ですね、にまず口頭弁論が行われて、その判決が60日から120日後ぐらいに出るだろうと。で、それによって、また SEC の反応がね、出て、和解に進むかどうかっていうのがね、またね、決まってくるのではないかということで、予想されております。だから2024年1月17日のコインベースのね、その口頭弁論にもまたね、注目して、情報を集めていきたいと思います。はい、ここまでね、直近の情報になります。で、僕の方で今ですね、リップル関連、SEC 関連、XRP レジャー関連全般ですね、毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画も毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画を見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方にですね、僕の公式 LINE のリンク貼っておりますので、何か気になることと、あと暗号通貨全般の質問も受け付けておりますので、よかったらね、この機会にお友達追加していただいてご連絡いただければすぐに僕の方で答えをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、
そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。